こんにちは、アンナスです。今日は無印良品の、ヘンプコンツイルキューブ袖シャツっていう、なんか春先に着るジャケットみたいなのを買ってきたので、それに刺繍しようと思います。結構ね、可愛くなったんでよかったです。ちょっと最後に着た感じをお見せしようと思うので、最後まで見てください。それでは手元の方にどうぞ。はい、それでは無印のキューブ袖シャツ4990円の服を買ってきました。で、どこに刺繍しようかなと思ったんですけど、なんかここの襟のところに小さな刺繍図案の連続模様のページがあるんですけど、ページっていうか連続模様の図案が載っているページがあって、ここですね。で、この本新版なんですけど、もともと B5 サイズちょっと大きめの本で出してたのをもう一回違う出版社で作り直したんで、ちょっと半径がちっちゃくなった分前面に刺しているやつがちょっと縮小していて、本当はもうちょっと大きいんですよ。だから図案が 120% 拡大してくださいみたいな感じで載せているんですが、だから実物がもうちょい大きい感じですね。なんですけど、ちょっと今日はその実物よりさらに 120%、だから 120% を2回拡大したものをここに刺繍してみようかなと思ってます。で、色はこういうチロリアンテープみたいなのだとちょっと可愛すぎるので、ちょっとシンプルに2色ぐらいでやってみようかなと思ってます。じゃあ図案を写していきます。はい。では、まず普通に 120% 拡大したもので、これをさらに 120% 拡大したのがこれですね。で、これをここに移していくんですけど、今回なんかワンブロックずつになっているので、図案をワンブロックずつにカットしていきます。並び順が逆でしたね。こう。お花、丸いお花、とんがってるお花ですね。なので、2つが交互になっているんで、こんな感じで、ちょっとここ、ボタンの内側になっている方が可愛いですかね。そんな感じで、左右3つずつセットして、で、待ち針で固定します。こんなもんかな。で、こういうのって結構スマプリとかでシールで貼って写すと楽なんですけど、なんか取るのがめんどくさいのでちょっと今日はチャコペーパーで写していこうかなと思います。前回はね、ニットとかだったので、そういう時はもうチャコペーパーでは絶対写せないんで、このインクの方を下にして、これで写るかな。ちょっと写らなかったらもうスマプリで細い方で写していきます。なんとなく写ってますね。あともう写ってないところはちょっとペンでフォローして
描いていきます。あとはチャコペンで写してあんまり熱いところにここにかかってしまうとその刺繍やりづらいんで、もうちょっとずらしてもよかったかな。やっぱスマプリかな悩むところですね。まあでもいいや、頑張ってこれで写していきます。はい、ちょっとチャコペーパーで写してみたんですけど、あんまりこの縫い目が重なっているところはやっぱ綺麗に写らなかったので、スマプリで写していこうと思います。今まで使ってた端切れがいっぱいあるんでもったいないので、この端切れから消費していこうと思います。スマプリの使い方は、この図案の上にスマプリのザラザラの面の方を乗せて、でこの細いペン、水性ペンでなぞります。で周りは1センチぐらいちょっと開けておいてください。ギリギリでカットすると刺繍するときに綺麗に刺繍できないんで、図案の外側1センチほどは余白を開けておいてください。これで描けたらちょっと余計なところはカットして、でその服のここですね、ここになので1ブロックずつで剥がす時も全部剥がすとぐちゃぐちゃになるので、ちょっとだけ剥がして端っこだけペタッと貼って、であとはそーっと紙を剥がすっていう感じで、できるだけその上と下に縫い目があるんで、その中のところに刺繍が収まるようにするっていうのと、もう肩のところの縫い目はちょっとしょうがないので、ここは頑張って縫おうかなと思うんですけど、それで1ブロックずつこうやっていってください。図案がまっすぐなんですけど、これはカーブがかかってるから、なのでそれでちょっとこう微調整できるかなと思いますじゃあこれでどんどん写していきます。では図案を写したので、刺繍枠をはめて刺していこうと思います。で、まずここのどうしようかな、チェーンステッチをからやりましょうかねでこれ枠がちょっとやりづらいので、もうこうなっちゃいますね。しょうがないですね、これはね。ここにちょっと布を縫い足してもいいんですけど、まあこれぐらいだったら、あと結構布がしっかりしてるので、結構布が薄い場合、1枚だけのハンカチみたいなああいうのだと結構布がつっちゃうんですけど、こう結構布がたくさん入っててしっかりしてるから、まあちょっとぐらい空いてても多分そんなに布がつったりはしないと思います。で6本取りでチェーンステッチをやっていきます。本に書いてある刺し方も6本取りチェーンステッチなので、そこは一緒ですね。なので多分今回はほぼサイズは変えたんですけど、 120% 拡大はしたんですけど、だいたい同じ刺し方でいけそうな感じです。チェーンステッチはまず針を出します。
でここね裏が2枚重なってるんで上だけ拾ってもいいです。サテンステッチの場合は難しいかもしれないんですけど、でも私は両方拾っちゃいましたやっぱ表だけでいけそうな人は表だけ拾ってください。まずこういう状態を作ります。で糸をかけて上に引っ張る。するとチェーンが1つできましたね。で続きやるときは輪の中に刺してさっきと同じぐらいのサイズ頭を出して糸をかけて上に引っ張る。で毎回糸かけるのちょっと大変っていうかめんどくさいので、反対の親指、左利きの人は逆になると思うんですけど、左の指で押さえて、右利きの人は右側、糸を左、針を右にして、こうサイズをさっきと同じサイズを拾えば、もうここに輪があるんで、これで引っ張ればチェーンステッチができてます。なんか左利きの人はちょっと画面を反転させて考えてもらえるとややこしいんですけどそれでやってくださいって感じでやっていきます。もう一気に全部最後までやりたいですね。はい、最後までできたら輪の外側に針を刺すとこれで止まります。でここ続きをやるときは、1回ずつ止めます。これ続けて1回ずつ止めずにやるとここがカーブがかかってしまうので、こういう45度ぐらいの角度ですけど90度の時とかも必ず1回止めてください。それで、隣にまた改めてここを頂点と設定するので同じ穴から出してこの最後に作った丸のところから針を出してで続きまた同じようにチェーンステッチで埋めていきます。でまたここに来たら同じような感じで続きをしていきます。両方チェーンステッチができたので今度お花を刺繍していきます。ここの茎の部分がアウトラインステッチなので、本では2本取りだったんですけどちょっと存在感を出すために3本取りでやります。まず1目作ってちょっと先から出します。で戻って半分ぐらいのところに針をギュッと押して糸を割らないで糸の下に刺します。そうすると1つ目がちょっとこうカーブがかかってくるのでまた次のでギュッと押して刺す。でこれをずっと繰り返していきます。で途中でここにストレートステッチが入ってくるんでそれはなんか刺繍しながら途中で入れていくといいかなと思います。ではできたので、裏玉留めでもいいですけどちょっともう刺繍を裏にこうやって出してしまっているので刺繍の裏に絡めてでギリギリでカットします。で続きをやるときも裏に絡めて始めます。でこの実の部分は、楕円形なのでまず真ん中に1本基準を入れて
で半分ずつ埋めていきます。でサテンステッチなんですけど、バランスを見ながら右と左と交互に入れて、でちょっとサイズ的にいい感じになったら隣って感じで埋めていきます。はい、こんな感じになりました。でお花の真ん中の芯の部分もサテンステッチで真ん中に基準を入れて上と下と埋めます。では真ん中ができたので花びらを刺していきます。花びらも真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めます。でこの時に気をつけないといけないのが、放射状にしてしまうと隣とくっついてしまう可能性があるので、隣の花びらとくっつかないために、これは一つの丸、花びらの丸は一つの丸と考えて平行に刺します。放射にしないで、横横にしっかり入れて、で一つの花びらをちゃんと独立させるように、今刺してるとこはちょっと隣と離れてるんですけど、なんかこの辺とかで放射状にするとくっついちゃうんで、そこだけ気をつけてやってください。これでちょっと斜めにして、またこの花びらの芯に対して、放射になるように、放射ですね、で、上と下と埋めます。はい、こっちの丸いお花ができたのでギザギザの方を刺していきます。なんか黄色が入ると結構可愛い感じになりましたね。この服自体がちょっとかっこいい感じ、刺繍が入ってないと割とパンツとか合わせてかっこいい感じに着てそうなイメージなので、すごいこう優しい感じになりましたね。じゃあ次がもう裏にあるので裏に絡めて、玉留めで始めたい方は玉留めでもいいです。でギザギザの場合はもう全部共通ですね。とんがっているところとへこんでるギザの部分、凹凸の凹と凸ですかの部分にまずガイド線を入れて、今出ているところですね。でへこんでいるところで、あとは放射状に埋めていきます。でこれぐらいのサイズだったらいいかなと思うんですけど、全部同じ穴に刺すと最後硬くて刺せなくなってくるんで、ちょっと手前とか少し場所ずらしたりするものも入れつつ、でもそればっかりになるとなんかこう隙間ができるので、上からまたかぶせて落ち着かせるみたいな感じで、たまにちょっと内側の刺す場所を変えてみるといいと思います。でも刺す量が少ないから全部入れたとしても多分入ると思います。でこんな感じでできたら、黄色も同じように長いところと短いところを放射状に刺しておいて、で間を埋めます。でここは一点集中ではないんで、そこまでここの額の部分みたいに、そこまで気にすることはないんですけど、ちょっとモコモコしてきたらちょっと散らして、刺す場所を散らしていくといいと思います。
じゃあ黄色の方もこの後やっていきます。はい、出来上がったのでこんな感じです。あとはお花の部分を同じタッチでずっとこう繰り返して、あと2、3、4つ同じように刺していきます。はい、ではこんな感じでできたので、いつものようにスマプリをちぎります。あとはもうお洗濯して溶かすんですけど、ちぎれるところはある程度ちぎっておくと溶かすのが楽なので。で、なんかこれだけでも十分可愛いなとは思うんですけど、なんかもうちょっと足したいなと思って、このチューリップとなんかちっちゃいお花みたいなのをこういう感じでちょっと足してみようかなと思います。で、同じ色、黄色と白だけでちょっと足して、ちょっとこうもうちょっとなんかゴテゴテさせてみようかなと思います。ってことで、それはもうやり方は一緒なんで、スマプリに移して貼ってって感じですね。スマプリで図案を写しました。で、もともとこう左右反転させている図案なんですけど、ここの葉っぱもちょっと大変だから大変だからもういいかなって感じで、ちょっと書いてないんですけど、これで左右対称の感じで、ここちょっとまだ書き忘れたんで後で貼ります。ちょっとつけようかなって思います。そんなたくさんやるとまた大変なので、だけどなんか襟のとこだけだとちょっと寂しいから、もうちょっと付け足したいって感じ。ポケットもあるしね。ってことでこれで刺繍してみようと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。ここ最後スマプリ貼って、で刺繍はもうチェーンステッチですね。チェーンステッチとサテンステッチと、ここの茎をアウトラインにしたんですけど、もうそれぐらいです。だからもうステッチは同じですね。ちょっと近くでこんな感じ。あんまり色使わない方が服としては着やすいので、チロリアンテープみたいになっちゃうんで、そういうのが好きな人はいっぱい色を使うといいと思うんですけど、普通に普段着でちょっと着たいなぐらいの感じだと、2色とか、多くても3色ぐらいにとどめておいた方がいいかなと思います。ちなみにこの服はちょっと黄色寄りの白だったので、黄色を使いました。だからわざと考えて、この布に対してはこの黄色がいいかなみたいなのはわざとそういう風にしてます。なのでもしそうですね、他の色使うとすると、例えば緑とか白と緑にして、お花とかを白にして、この部分を緑にするとかだと、緑もあんまりこう青寄りの緑よりかは、この無印のこの服だったら黄色寄りの緑、だからちょっと黄緑に近い感じの緑を選ぶといいとか、ちょっと黄色を意識して色選びするといいんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん作ってみてください。以上です。こんな感じで仕上がりました。結構かわいい。ここに黄色が上だけじゃなくて、ちょっと縦にも最後足したんですけど、それが結構良かったです。で、あとね、ブラウスとかちょっと色がわざと黄色とこの黄緑でコーディネートしてみたんですけど、なんか色はあんま使わずに、ちょっとだけさりげなくこういう感じでやると可愛いと思うんで、
これからの春いっぱい着ようかなと思ってます。それでは、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。あとは、毎月の刺繍って言って会員制のサイト、その中に、月600円で入ると図案がダウンロードし放題だったりとか、限定ライブが見られたりとか、あと、抽選会、私の作品を皆さんにプレゼントしてるんですけど、その抽選会に参加できたりとか、結構いろいろ楽しいので、ぜひそちらも入っていただいたりだとか、あと教室、ここで教室やってるので教室とか、あとネットショップもやってます。なので皆さんYouTube 以外にもいろいろ楽しめるコンテンツがありますのでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。